朝の5時半。はいはい、おはよう。3匹の猫たちに起こされて、私、新倉エリの一日が始まります。夫は猫の声ぐらいじゃ起きない人なので、ある意味気が楽です。お前たち、本当に目覚まし時計より正確ね。そして、猫たちが食べ終わるのを見届けてから朝の支度をします。夫と中1の娘をそれぞれ送り出し、その後私も9時から13時までのパートに出ます。行ってきます。我が家の猫たちは家族全員をそれぞれ見送り、お出迎えもしてくれます。みんな元野良猫ですが、人間が好きで甘えん坊なんです。パートから戻り、買い物に出るまでの数時間、猫たちとのんびり過ごします。この時間が私にとっては一番癒される時です。私が猫好きになったのは、ある一匹の野良猫との出会いがあったからです。そして、その猫と出会わなければ、今、私はこうしてここにいなかったかもしれません。どうか、その猫の話を聞いてください。私は生まれた時から先天性心臓疾患に悩まされ、丈夫な子ではありませんでした。激しい運動はできないため、体育はいつも見学で、近所の子と外で遊ぶことも許されなかったのです。それは興奮したりショックを受けたりすると呼吸困難の発作を起こすため、ただただ家の中で静かにしている毎日でした。体調が悪くなると入退院を何度も繰り返し、結局2年遅れて中学校へ入学しました。あの人2年ダブってんだって。本当なら今中3。へえ、道理で大人っぽいと思った。年上だということでクラスのみんなには敬遠され、その上発作が起こる回数も前より増え、保健室に入り浸ることが多かったため、6月になっても一人も友達ができず、私はクラスで孤立していました。ある夜、眠れない。水でも飲んでこよう。あの子には言わないでおきましょう。まあ確かにな。パパとママ、まだ起きてんだ。もちろんエリには何も言うつもりはない。でも私は反対だわ。何を言ってるんだ。手術しなければあの子は20歳まで生きられないんだぞ。でも手術しても失敗する確率の方が高いのよ。あの子と同じ症例の人が3人に2人は手術で亡くなってると聞いたわ。もしあの子を今亡くしてしまったらどうするの？それなら20歳まででも生きててくれた方が。しかし20歳までというのも確実に保証されてるわけじゃない。何を言ってるの？発作がひどければそのまま心臓が止まることもある。そして発作はエリの場合この先ますますひどくなるんだぞ。冬になったら血管が収縮してリスクが高くなる。手術するなら今年の夏が最大のチャンスだって先生がおっしゃったじゃないか。でもわずかでも望みがあれば俺はそれにかけたいんだ。いやよ、そんな危険な賭けはできないわ。早く部屋に戻らなきゃ。手術しなければ20歳までは生きられない。手術しても失敗する確率の方が。外で走り回る子供たちの姿を窓から見ながらいつも思ってた。どうして私はこんな壊れた心臓で生まれてきたんだろうって。でも今この時ほど自分の運命を呪ったことはないわ。猫？うるさい。人が生きるか死ぬかの問題に直面してる時に
あっち行ってよ、バカ猫。あっち行けったら。エリ、何を騒いで。大変、発作を起こしてるわ。お父さん、お水とお薬を早く。わかった。その夜から、その大きなキジトラ猫は毎晩現れるようになりました。また。何がにゃーよ、鬱陶しい。追い払っても追い払っても懲りずに次の日、窓辺に顔を出すのです。来るなって言ってるでしょ。ムキにならないで。また発作が起きたらどうするの？きっと、その猫の散歩コースなのよ。ほっといたらどっか行くわよ。だって、ムカつくんだもの。そして、1週間が経った頃、私は体調を崩し、学校を欠席しました。夕方になっても見舞いに来る友達は一人もいません。小学生の時からそうでした。このまま一人も友達ができないままで、もしかしたら男の子を好きになることさえなくて、あと数年で死んでしまうのかな。私は孤独感に陥っていました。夜だけでなく、夕方もここ通るの？まあ、猫でも誰も来ないよりいいか。何嬉しそうに泣いてんのよ。言っとくけど、お前にあげるものなんてないからね。あ、こら。お前、近くで見るとバッチリね。でも、すごく綺麗な瞳をしてるね。私はその猫を瞳の色から琥珀と呼ぶことにしました。ごめんね、琥珀。今まで八つ当たりしちゃって。だってね、あと6年しか生きられないって言われたんだよ。そりゃショックに決まってんじゃないよね。私、まだ14歳なんだよ。学年なんか中1だよ。手術しても成功率は3分の1しかないんだって。そんなこと聞いちゃうと怖くてとても受けられないよね。琥珀を相手に喋っているうち、かといってこのまま死を待つのも怖いし、怖くて何も考えられない。自分の中の不安な思いを外に吐き出すだけでも気持ちが楽になることに気がついたのです。私が知ってること、パパとママには言わない方がいいよね。琥珀は私の話にじっと耳を傾け、時々返事もしてくれました。私は猫がこんなに人の話を聞いてくれるなんて知りませんでした。もちろん内容など分かってはいないのでしょうが。話が途切れ、頃合いを見て琥珀は帰っていきます。帰っちゃうの？煮干し結局食べなかったね。いつしか私は琥珀が来るのを待ちわびるようになったのです。また明日ね。あの猫を飼いたいですって？そんな、あなたには無理よ。生き物の世話をするのは結構大変なのよ。うん。無理なのは分かっていました。自分自身で手一杯なのに、他の命の責任まで負えるわけがありません。一度、琥珀を部屋へ入れようと抱き上げたことがあるのですが、重っ。それだけで息が切れてしまうのです。普通の猫より巨大だったせいもありますが。琥珀の体を洗ってあげたいとも思いましたが、もし琥珀が嫌がって暴れたとしたら、抑える力は私にはないのです。ほらほら、目やに拭いてあげるから、じっとしてて。うちの子にならなくても、毎日会えるからいいか。この時の私は、琥珀が訪ねてくる理由を深く考えてはいませんでした。琥珀と初めて出会った日から1ヶ月半が経ち、夏休みに入りました。さっきね、パパとママがまた言い争ってたの。多分、私の手術のことで。ほら、手術するなら夏のうちにって言われてるから、
決断を迫られてるんだと思うの。頭では分かってる。手術するしか道がないのなら、そうした方がいいって。でも、もし今パパに手術を受けなさいと言われたら、私、怖くて逃げ出しちゃうと思う。私はあまりにも自分の病気のことで頭がいっぱいで、琥珀のことを何も気づいてあげられませんでした。例えば、琥珀がこの1ヶ月半で随分痩せてきたこと、おやつをあげても食べようとしなかったこと、動作も鈍く、ジャンプに失敗したところも見ていたのに。いやー、琥珀！そして、忘れもしない8月2日の朝。今日も暑そう。琥珀？なんでここで寝て。琥珀、嘘でしょ？琥珀。私は発作を起こし、琥珀を抱いたまま気を失っていたそうです。あまりにも突然の信じられない出来事でした。私は数日間入院し、帰ってきて庭の隅に琥珀のお墓を見つけました。両親が2人で埋葬してくれたそうです。いつもなら夕方の4時と夜の10時頃姿を見せていたのに、もうどんなに待っても琥珀が現れることはないのです。部屋にいるのが辛くなって外へ散歩に出ました。はいはい、今あげますよ。琥珀もここでご飯をもらっていたのかな。はい、なに？尻尾が丸まった大きなキジトラの猫がここでご飯を。お嬢ちゃん、どうしたの？悲しみをこらえきれず、おばさんたちに何もかも聞いてもらいました。その猫はボスだと思うわ。ボス？そうよ。私たちはそう呼んでたわ。実際そうだったし。この公園一の長寿猫でね。おそらく12歳にはなってるはずよ。野良猫でこんなに長生きするのは珍しいのよ。2ヶ月くらい前かしら。具合悪そうだったからお医者さんに連れてったの。そしたらもう内臓がボロボロで時間の問題だって言われてね。最近は公園の隅で一日じっとしてると思ってたんだけど、あなたのところへ通ってたなんてね。私、この2ヶ月毎晩琥珀に会ってたのに、全然何も気がつかなかった。ボスはね、面倒見のいい気立てのいい猫だったのよ。子猫や新入り猫の世話をしたり、喧嘩の仲裁をしたり、私たちの言うこともよくわかっていたし、人の気持ちを察する猫はたくさんいるけど、ボスは格別だったと思うわ。だから、あなたのこと、ほっとけなかったんじゃないかしら。最初の夜は何かねだりに現れたのかもしれない。でも、その夜のあなたを見て、気になって毎晩様子を見に行ったのよ。この時、私は手術を受けようと決心しました。屋根を登ってくるのもしんどかったと思うのに、それでも毎晩私に会いに来てくれた琥珀のために、そして多分最後の最後まで私のことを気にかけてくれた琥珀のために、勇気を出そうと思ったのです。ごめんね。ちょっと考え事してたの。ずっと私が黙ったまま動かないから不安になったのね。個体差はあれど、猫はやはり人の感情に敏感だと私は思います。琥珀は特に敏感な猫で、そして特別優しい猫でした。
目を閉じると今でも鮮やかに蘇ります。窓辺に座り、何かを言いたげに私を見つめていたあの琥珀色の瞳が。